何？地震？エマさん、大変ですわ。ハンナちゃんおはよう。この音何？シェリーさんです。シェリーさんが暴れているんですわ。どうして？あのゴリラ女、いつか暴走するんじゃないかと思っていましたわ。暴れてどうにかなるなんてそんなわけありませんのに。牢屋敷を壊そうとするなんて看守に殺されてしまうかも。どこが頭脳派探偵ですの？脳みそ、筋肉、お花畑ですわ。ハンナちゃん落ち着いて。とにかく止めに行かないと。あ、エマさん、ハンナさん、おはようございます。何を考えていますの？そうだよ、シェリーちゃん。こんな屋敷をめちゃくちゃにして一体どういうつもりなの？ほら、よくあるじゃないですか。本棚を動かしたら隠し部屋のスイッチが出てくるやつ。そういうのないかなーって思いまして探してみてたんです。だからってこんな破壊行動したら看守に連行されて懲罰貿易になりますわよ。牢屋敷内を破壊してはいけないって規則にないですから大丈夫ですよ。いや、そりゃあなたくらいしか破壊行動ができないからでしょうに。でも実際看守は来ていない。いつもだったらすぐに駆けつけてくるのに。規則を破っていなければ割と許されるものなのかも。それでも咎められる危険はあるよ。やっぱりこんなことすべきじゃ。あなた、おとなしくできませんの。おとなしくするのはもうやめました。皆さん、もう限界みたいですし。ハンナさんもエマさんもその空気感じ取ってますよね。取りつかれたように本を読んでいたマーゴちゃん。現実逃避して妄想の世界にいたココちゃん。それに何よりメルルちゃんがあんなに泣くなんて。シェリーちゃんの言う通りだ。みんなもう限界なんだ。抗いたいんですよ。何もできないのは嫌です。だからって暴れたところで。私だって嫌ですわ。でもこんなことしたって何にもならないじゃないの。あなたバカよ。本当にバカよ。天才にバカとは何ですか？脳筋バカ、飲んでるクソ女。たまには褒めてください。なんだか痛々しいよ、シェリーちゃん。シェリーちゃんもストレスでやられちゃってるのかな。いや、それを言うならココちゃん、マーゴちゃん、メルルちゃん、アリサちゃん、ハンナちゃんだって、僕だって魔女になるかもしれないんだ。なんてこと？ここにある本はとても大切なことが書かれているのよ。大切にしてほしいわね。ああ、よかった。無事だったわ。みんなが目を通したいかと思って置いておいたのだけど、自分の手元に置いておくべきだったわね。それって前に見せてくれた本ですよね。ええ、そうよ。とても大切な本なの。この本に書いてあることで実験、いえ、儀式を執り行おうと思っているの。儀式？どんなことをするんでしょう？あなたたちには教えたくないわ。
私は失礼するわね。僕らも図書室散らかした共犯だって思われた？最悪ですわ。私そんなことしていませんのに。まったく、シェリーさんはどれだけ迷惑をかけますの？片付けますわよ。皆さん、こっちこっちです。シェリーさん、声は小さくですわ。見つかったら大変ですわ。夜は暗くて、外の雰囲気怖いですね。うん。でも夜に外出ると、なんかワクワクもするよね。少し危ないけど、あの場所にも通えるかも。たくさん時間があれば、きっと何か見つけられる。こっちですよ、エマさん。シェリーさん、声を落としなさいって言ってますでしょ。はーい。でも、あの塀があって油断してるのか、本当に誰も見回ったりしてないんですよ。僕らは塀の外に出られなければ、逃げられないってことだよね。あの塀さえ越えられたら。それで、シェリーさんは私たちをどこに連れて行くつもりですの？この辺りって確か開かない扉があったような。ふっふっふ、すっごいもの発見したって言いましたよね。こんなところがありましたの？すごい物資の数。でもなんで扉が開いたんだろう。おそらく私たちが出入り禁止の時間のみ扉が開いてるんじゃないでしょうか。囚人の生活備品や食料なんかを保管していて、夜間に看守が持ち運んでいると推理できますね。それならそのうち看守が来るんじゃありませんの？その時はその時です。これだけ広いんですから余裕で隠れられます。見てください。缶詰がたくさんあります。くそまずい料理から解放されるかも。あれ、でもハンナちゃん、これってあのヤバいお料理の缶詰ばっかりじゃない？小麦粉や砂糖があればお菓子やパンなんかも作れます。なんとしても探すのよ、メルルさん。私たちをこの島に閉じ込めておくためにこれだけのものが備蓄されているんですよね。ゲストハウスがあるんですから定期的に当該から誰か来ると思っていたのですが、こんなに物資の備蓄があるのでは当該からの訪問は期待薄かもしれません。そうだね。ヘリが飛んできたらワンチャンヘリジャックして逃亡も考えていたんですが残念です。倉庫を見つけたのはすごい発見だけど、逃げ場はないのかな。ネガティブになっちゃいけないよね。僕たちも何かいいものがないか探そうよ。脱獄に使えるもの見つかるかも。そうですね。
の症状は何なんだろう。僕も魔女化が進んでいる。眠るのが怖い。あの夢を見たくない。やっと見つけた。きっとこれが外に出るための手がかりになる。そんな、僕がやってきたことは。エマさん、食事に行きません？あれ？動けない。あちこちが痛い。エマさん、あなた。大変、ひどい熱ですわ。やっぱり良くなってなかったのですね。無理をしないようにあれほど言いましたのに。大したことないよ。大丈夫。大丈夫なわけないでしょ。それにこの手、傷だらけじゃありませんか。一体何をなさっていたの？毎晩土を掘ってて。どいつもこいつもなんてバカなの。私の周りバカばっかりじゃないの。気をしっかり持ってくださいまし、エマさん。シェリーさんとメルルさんを呼んできます。僕は大丈夫だってば。エマさん、目が覚めたんですね。ごめん、僕体調治ってなかったみたい。まるまる一日眠っていたんですよ。相当体が限界だったのだと思います。まるまる一日？そんなに僕意識を失ってたんだ。無理をしてはいけません。私、エマさんに何かあったらと思うと。心配かけちゃってごめん。でもずいぶん良くなったみたい。まだ動いてはいけません。ずっとひどい熱でうなされていたんです。みんなすごく心配していたんですよ。そんな時にシェリーさんまで。シェリーちゃんに何かあったの？エマさん、ここですよ。怪我したの？はい、ちょっとやっちゃいまして。それでついさっき医務室に来たんです。ひどい怪我で私の治癒魔法では治しきれず。安静にしててください、シェリーさん。シェリーちゃんに一体何が？桜庭の目が覚めたって本当かよ。はあ、早朝からチャットすんなし。まあ私は今から寝るんだけどさ。ずいぶん心配していたのよ。よかったわ、エマちゃん。あら、シェリーちゃんも怪我を？なんかみんな自由時間以外に普通に歩き回ってるよね。看守さんの目が甘いって気づいてからみんなおとなしく牢にいなくなっちゃいましたね。そのうち見つかって懲罰房行きにならないといいけどね。
ねえエマちゃん、高熱でずいぶん汗をかいていたからきっと気持ち悪いでしょ。私が体を拭いてあげましょうか。うわ、ティモ。マジ、孫に触らせるのだけはやめといた方がいい。腹減ってるだろ。食堂からなんか持ってきてやろうか。みんな、溝がどんどん深くなっていってると思ってたけど、みんな僕のために駆けつけてくれたんだ。はいはーい、シェリーちゃんはリンゴが食べたいでーす。おめえに言ってねえよ。エマちゃん、ほら脱ぎましょう。絶対やめといた方がいいって。マジコはここに来てから一番怖い。皆さん、病人怪我人のいるところでは静かにしてください。僕らに絆はあるんだ。僕らはまだ間に合う。あれ？足りない。この匂い、何？火事ってまさかこっちまで来たりせんよな。心配ね。見に行ってみましょう。僕も行くよ。私も。セリーさんはダメです。動ける状態じゃありません。そんな。まあ大変。うわ、マジじゃん。おい桜庭、危ねえぞ。桜庭、一体どう。だって足りなかった。いなかった。いるはずの子がいなかった。そんなわけないよね。僕の考えすぎだよね。おい桜庭、どけ。開けてやる。殺してあげなくちゃ。やめろ桜庭、危ない。やだ！僕は離